こんにちは、アンナスです。今日は、刺繍糸のメーカーを混ぜていいかどうかっていう質問をよく聞かれるので、その話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。では糸の話をします。この25番刺繍糸っていうものが、一般的に手芸屋さんに行くと大体売ってる糸なんですね。で、他にも5番糸とか金糸とか、あと花糸みたいな刺し子に使うような糸ですね。25番刺繍糸刺繍書き順違いますね。刺繍糸と5番とあと、金糸とか、あとなんか刺し子糸ってこうかな、わかんないですけど、こんな感じでこういろいろ糸ってあるんです。でその中で一番刺繍によく使われているのが25番刺繍糸なんですけど、この25番刺繍糸はいろんなメーカーから出てます。コスモっていう日本のメーカーからも出てるし、 DMC からも出てます。他に、オリンパス、これね、オリムパスですね。これ日本で、あとアンカーはねほとんど売ってないですね。これドイツです。でもたまに日本でも手に入ります。で25番刺繍糸って世界中見るといろんな国がいろんなメーカーの出してて、日本で手に入るのはこの4社ですね。あと DMC とコスモは日本、DMC は、フランスです。で、だいたいこの4社なんですけど、混ぜていいです。なんか混ぜて使っちゃいけないみたいなイメージがある方が多いんですけど、全然混ぜてください。で1社がだいたい500色ぐらいあるんですけど、その中でやっぱり色ってあんまり被らないんですね、意外と。だから赤でもDMC だとちょっとツヤがあったりとか、コスモだとすごく柔らかくて落ち着いた色が多かったりするんですけど、そういう感じで赤でも、赤は DMC のこの赤がいいとか、黒はそんなに変わらないかな。緑はなんかこのオリンパスの緑がいいとか、多分ねその会社によって得意不得意があったりするので、個人で楽しまれる方はもういっぱい好きな色、その4社の中から好きなのをちょっとずつチョイスして刺繍に使うとすごくいい作品になると思うので、どんどん混ぜて使った方がいいと思います。でなんで刺繍の本とかっていうのは同じ糸を使っているのかというと、私なんかはDMC、 最近は DMC が多いですね。っていうのは一つは出版社が手芸系の出版社だったりすると、その会社に入ってたりするんですよね。例えばコスモとどっかの出版社となんか仲がいいので、ここの会社で本出す時はコスモの糸にしてくださいみたいな、なんかそういう決まっているところもあるし、私なんかは手芸系のところでは出してないのでほとんどなので、自分で選べるんですけど、買う側、本屋さんに行って本を買った読者の人がいろんな会社のやつを使って刺繍されていると全く同じものを作りたい人結構困っちゃうんですよね。特にアンカーなんかでアンカーがちょこちょこ入ってたりするとなかなか手に入らないので、結構困ったりするんで、できるだけ同じ会社のものを使うようにしてます。なので最初はあんまりそういうことも知らなかったので、一番最初に出した私の本なんかは4社ごちゃ混ぜで本作ってるんですね。この本もそうなんですけど、でもそういう理由も分からずに、出版社の方も全然刺繍の本とか手芸の本とかやったことなかった方なので、いろいろ使えた方がいいよねっていうことでいろんなのを使ったんですけど、最近では
一社にまとめてます。で最近は DMC がよく私は使っているんですけど、そういう感じでいろんな会社があるんでもう自分で好きなに作るっていう方はどんどん混ぜ混ぜにして、もうこの会社以外にも例えば禁止混ぜたりとか5バイト混ぜたりとかも私もするんですけど、他にも全然個人で糸を染めて販売されている会社っていうのもたくさんあるので、そういうところもちょっと買ってみて、それを混ぜたりとかしても全然いいと思います。なので刺繍糸は本当に好きな色をたくさん買って使って混ぜて楽しんでもらうといいんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。